皆さんこんにちは。卓球の用具選びに日々情熱を燃やしているケンジです。今日は卓球用具界の真の知る人と知る巨人、インヘ、つまり銀河の卓球ラケットについて、どこよりも深く、そして科学的に迫っていきたいと思います。こんにちは、みさきです。銀河のラケットってネットとか専門店でよく見かけるけど、安くてそこそこ良いやつというイメージを持っている視聴者様も多いんじゃないでしょうか。でも実はその裏にはメーカーやベテランプレイヤーが声を大にして教えてくれないとんでもない技術革新と材料工学の秘密が隠されているんですよね、ケンジさん。まさにその通りだよ、みさきちゃん。今回はただの製品紹介じゃなくて、彼らのエンジニアリング思想から木材と特殊繊維の融合メカニズム、オシロスコープを使った振動周波数制御、そして他社の数万円もする超高級ラケットとの物理的な比較まで徹底的に解剖していきます。わー、ワクワクしてきました。今日の動画を見ればラケット選びの常識がガラリと変わるはずです。視聴者様にとって目から鱗の情報が満載ですので、ぜひ最後までじっくりとお楽しみください。それでは早速、この驚異のブランド、インへの真実の扉は開けていきましょう。さて、本格的な解説に入る前に、今回の調査で判明した驚きの発見の全体像をエグゼクティブサマリーとして先にお伝えしておきましょう。ケンジさん、特に注目すべきポイントはどこですか？まず何といっても、インへのラケットがこれほど高性能なのにリーズナブルな最大の理由は、スター選手への巨額の契約金や派手な広告費などいったブランド維持コストを徹底的に排除しているからなんだ。これが高性能ブレードの民主化という彼らの基本哲学だね。なるほど。ブランド代を上乗せしていないから、私たちは本質的な価値に対してお金を払えているわけですね。その通り。そして技術面では、単なる他社製品のコピーではなく、プラスチックボールに最適化したスマートクローンという設計手法をとっている。さらに感覚的なスピード表記を廃止して、オシロスコープによる固有振動周波数ヘルツで打球感を科学的に制御しているんだ。バウンド後の2速を最大化する接着層の粘弾性設計なんて、まさに宇宙工学レベルだよ。感覚ではなく完全に数値化された科学なんですね。さらに自社製ラバーとの相乗効果を狙ったライトテンションエコシステムや超軽量バルサ材による極厚ラケットの設計、火山岩を使った天然繊維ラケットまで、ラインナップの幅広さも凄まじいです。今回はこれらの発見について、歴史的な背景から力学モデル、そして後半では視聴者様から寄せられた鋭い質問や疑問に対する徹底的な検証と追跡調査の結果まで段階を追って全て詳しく紐解いていくからね。どこを切り取っても濃密な内容になっているので、どうぞお見逃しなく。それではここから各論に入っていきましょう。まずはインエというブランドがどうやって生まれたのか、その歴史から教えてください。実は私、最近できた新しい中国のメーカーだと思っていました。実はね、それは大きな誤解なんだ。インへの歴史は驚くほど古い。その起源は今からなんと約80年も前の1948年に遡るんだよ。ラケット製造の伝説的な巨匠であるハングオファ氏が設立した新進ラケット工場が全ての始まりなんだ。1948年って戦後すぐじゃないですか。そんなに長い歴史がある老舗中の老舗だったんですね。そうなんだ。その後、1956年には国営の天津ラケット工場へと再編されて、さらに1986年に河北銀河として独立した。半世紀以上にわたって中国の卓球用具界において特殊素材の導入や木材の積層接着技術のイノベーションを引っ張ってきた、まさにパイオニアなんだよ。半世紀以上の歴史とノウハウの蓄積があるからこそ、あの高い技術力が担保されているわけですね。新興ブランドとは文字通り歴史の厚みが違います。その長い歴史の中で培われた技術の最高峰に位置するのが、インへのハイエンド開発ライン、ブルーゴールドアタリエ。英語で言うブルーゴールドアタリエなんだ。ブルーゴールドアトリエ、響きだけでもものすごくプレミアムな感じがしますね。ここでは一体どんな特別なものづくりが行われているんですか？ここでは最高品質の木材を極めて厳格な基準で選別して、熟練の職人たちが一本ずつ手作業でチューニングを施しているんだ。現代の CNC、
つまりコンピューター数値制御による超精密な木材加工技術と職人の長年の勘や経験に基づく木材アニール熱主義を融合させている。これによって大手メーカーのフラッグシップモデル、いわゆる最上級モデルをも凌駕する次元のブレードが生み出されているんだよ。わあ、最新テクノロジーの精密さと職人さんの熟練の技が合体しているんですね。まさに工芸品でありながら極限の工業製品でもある贅沢極まりないラインですね。そして陰芸を語る上で絶対に外せないのが高分子特殊繊維と木材物性の最適化、そして高性能ブレードの民主化という基本哲学だ。民主化ですか。つまり誰もが最高峰の用具を手に取れるようにするということですね。その通り。卓球界の大手ブランドは世界的なプロ選手と数千万円、数億円規模の契約を結び、膨大な広告宣伝費をかけてブランドイメージを維持している。でもそれらの費用は全て私たちが買うラケットの価格にブランド料として上乗せされているんだよ。耳が痛い話ですね。だからハイエンドのラケットって3万円も4万円もするんですか？そう。一方でインエはこうした余剰コストを徹底的に排除している。その結果、バタフライや DHS といった市場の覇者と全く同等の物理構造、化学特性を持つ高性能ラケットをなんと最大で約3分の1という極めて適正な価格で供給しているんだ。ユーザーに対してこれ以上ない誠実な姿勢だよね。3分の1。それは本当にありがたいです。お財布に優しくて、なおかつ性能はプロクオリティなんて夢のような話です。でも安くても現代の卓球で使えなければ意味がないよね。特に今の卓球界は40ミリ以上のプラスチックボール、通称40プラスが導入されたことでラケットに求められる性能が劇的に変わったんだ。プラスチックボールって以前のセルロイド製に比べて重くて硬いからスピードも回転も落ちやすくなっちゃったんですよね。プレイヤーとしてはどうしてもパワー不足を感じてしまいます。そう、そのエネルギー伝達効率の低下を克服するためにインエが開発したのが木材の脱水熱処理プロセス、いわゆる乾燥重合技術なんだ。木材の水分を極限までコントロールして分子レベルで合成を高めることでインパクトの瞬間、ボールにエネルギーがロスなく伝わるように設計されているんだよ。なるほど。特殊素材をただ挟むだけじゃなくて、ベースとなる天然の木材そのものを分子レベルから階層強化しているんですね。だからあの硬いプラスチックボールを打っても当たり負けしない力強さが生まれるわけですか。ここからは具体的な構造の解説に入ろう。まずはアウターカーボン構造だ。代表的なモデルとしては V14 プロや首位選手ら使用していることで有名なプロ01があるね。アウターカーボンって木材の表層のすぐ下にカーボンなどの特殊素材が配置されている構造ですよね。打球感がカンカンと硬くてとにかく弾むイメージがあります。基本的にはそうでね。インエのアウターカーボンは5枚の天然木材に2枚のアリアレートカーボン、つまり ALC を最外層の上板の直下に配置している。これによってインパクトの瞬間に発生する衝撃波を減衰させることなく反発に変えるから金属的な弾きと圧倒的な一速、つまり初速を放つことができるんだ。やっぱりスピード重視の超攻撃型プレイヤー向けなんですね。ところがインエのすごいところはそれだけじゃない。アウターは硬くて球持ちが悪いという固定観念を覆すために彼らはソフトアウター構造も開発したんだ。例えば最外層にヤン化高度約430という極めて柔らかいアユース材を使っているモデルがある。これによって ALC の高反発特性は維持しながらも木材による物理的干渉、つまりフィルタリング効果を介在させて吸い付くような食い込み感、玉持ちを実現しているんだよ。次に紹介するのがインナーカーボン構造だ。代表作はプロ05だね。これはリンバの上板とアユースの添え板の内側、つまり中央の芯材のすぐ隣に特殊複合素材を配置するインナーレイヤー設計をとっている。インナー構造は木材の感触が強くてボールをしっかりつかめるからドライブをかけるプレイヤーに人気ですよね。その通り。特にインエが採用している KLC。これはケブラーカーボンのことなんだけど、これが非常に面白い特性を持っているんだ。高院長強度を持つケブラー繊維と
合成の高いカーボンを高度な化学プロセスで混編した素材なんだよ。これによって低中打撃時にはボールを深くつかみ、自分の力でコントロールできる。じゃあ強打した時はどうなるんですか？ここからが KLC の真骨頂さ。スイングスピードを上げて強くインパクトした瞬間、ボールの衝撃が内部の KLC 層まで到達し、特殊素材特有の二次ギアが起動するんだ。急激に豪度と反発力が増して、相手コートの奥深くに突き刺さるような強力な推進力を生み出す。二次ギア、まるでスポーツカーのターボチャージャーが作動するみたいでかっこいいですね。普段は扱いやすい木材ラケットの顔をしておいて、勝負どころでフルスイングした時だけ牙を剥くカーボンラケットに変貌する。これはラリー志向のドライブマンにはたまらない仕様ですね。さらに、より高い次元の安定性を求めるプレイヤー向けに設計されたのがインナー ZLC 構造だ。V4 やハイエンドモデルの MAX-01 に搭載されている技術だね。ZLC といえばバタフライのラケットなどで使われている ZL カーボンと同じ超高価な素材ですよね。そうだ、PBO 繊維と呼ばれる特殊な高分子遠心繊維とカーボンの混編素材で非常に優れた被弾性と強度、そして軽さを持っている。インヘはこの高価な ZLC と同等の物理特性を持つ繊維をインナーに配置することに成功したんだ。インナーに ZLC を入れると打球感はどう変わるんですか？最外層のリンバ材による純なしなりを生かしつつ、ZLC 素材の最大の特徴である広いスイートスポットが機能する。だから打点が多少ブレてブレードの端っこでボールを捉えてしまっても、ラケット全体が均一にたわんでコントロールを失われない。どの打撃点からでも高い弾道、つまり美しい弧線を描く究極に安定したドライブを連発できるんだ。なるほど。ミスを最小限に抑えつつ、威力のあるボールを打ち続けられるわけですね。まさに絶対にコートに収まる安心感を提供してくれる構造なんですね。そしてインヘのラインナップの中でもひときわ異彩を放っているのが、超軽量バルサ新構造を採用した T10 プラスや T11 プラスなどの T シリーズだ。バルサ材って模型工作なんかで使うものすごく軽くて柔らかい木ですよね。卓球のラケットに使うには強度が足りない気がするんですが。普通はそう思うよね。引っ張り先端強度は低いからね。でもインヘは中空セルの比率が極めて高くて、超軽量な AAA グレードバルサ材を厚さ約6ミリからなんと最大10ミリという驚異的な肉厚の芯材として使用しているんだ。そしてそれをごく薄の LD カーボンとヒノキの上板でがっちりと挟み込んでいる。10ミリ、普通のラケットの倍近く厚いじゃないですか。重さは大丈夫なんですか？これが驚くべきことに、総重量は 70g 以下に抑えられているんだ。通常のラケットが85から 90g だから圧倒的に軽い。そして打球時には肉厚バルサが瞬間的に圧縮変形することで爆発的なトランポリン効果を発揮する。スイングスピードが遅い非力なプレイヤーでも当てるだけでクリアで力強い飛距離を弾き出すことができるんだよ。バルサを極厚にすることで軽さと爆発的な反発力を両立させているんですね。前陣でピタッと止めるブロックや少ない力でのスマッシュを多用する異質攻守の選手にはまさに救世主のようなラケットです。ここからは少し専門的な物理の話に入ろう。美咲ちゃん、多くのメーカーがカタログでスピード10とかオフレベルプラスって表記しているのを見たことがあるよね。はい、よく見ます。このラケットはスピードが11だから10のやつよりは弾むんだなって判断基準にしています。実はね、弾みなどの数値は協会に統一された工業規格が一切存在しないメーカーの感覚的な主観でしかないんだ。A 社にとっての10が B 社にとっては8かもしれない。そんな曖昧なものだったんですか？じゃあ何を信じればいいんですか？そこでインヘイの R&D チームが導入したのがオシロスコープを用いた固有振動周波数ヘルツによる可視化と制御なんだ。ラケットを打撃した際に発生する振動の細かさをヘルツという絶対的な物理数値で測定して製品のキャラクターを精密に管理している。感覚じゃなくて科学の目、つまり数値で打球感をコントロールしているんですね。
さらに YNH のエンジニアは固有振動周波数とラケット接着層に使われる接着剤の粘弾性損失係数をパラメーターとした極めて高度な力学物理モデルを構築しています。ねえ、粘弾性損失係数？なんだかすごく難しそうな言葉が出てきました。簡単に言うと、打球時に発生するエネルギーの無駄な逃げ、ロスを表す指標だね。彼らが使っている数式モデルを分かりやすく解説すると、ボール射出直後の初速に対して、相手コートにバウンドした後の2速、実速度がどう変化するかを予測しているんだ。V アウトイコール VE イン×ファイ×BEN マイナスベータ×テータロス。ここで重要になるのが、木材の積層不均一や接着不具合によって発生する熱や音への変換損失エネルギー、つまり散逸エネルギーなんだよ。バウンドした後にボールが急激に伸びたり沈み込んだりするあの二足の正体は、接着剤や木材のエネルギーロスがどれだけ少ないかにかかっているんですね。その通り。伝統的なカーボンラケットはただ硬い接着剤を使って反発を高めようとする。でもインヘは接着剤の粘弾性損失係数を極限までゼロに近づけることで、不快な振動ノイズだけをシャットアウトし、バウンド後に急激に伸びて沈む破壊的な二速を理論値通りに 100% 出力させることに成功しているんだ。インヘはラケットだけでなくラバーも自社開発していますよね。これらを組み合わせることでさらにすごい効果が生まれると聞きました。よく知っているね。それを彼らはライトテンションエコシステムと呼んでいる。ラケットの材料力学的特性とラバーのゴムスポンジ特性が相互に高め合うように設計されているんだ。具体的に3つの最強シナジーの組み合わせを紹介しよう。ぜひ教えてください。自分の機材選びの参考にしたいです。1つ目はアウター ALC のプロ01に粘着テンションのジュピター3ツアーまたはビッグディッパー5の組み合わせ。アウター ALC の極めて速い球離れに対して粘着ラバー特有の強い引きずり摩擦がインパクトの瞬間に絶妙なつかみを生む。これで直線的な超高速弾道を維持したままバウンド時に急激に前方へキックするような2速の伸びを創出するんだ。高速スピードとえげつない回転の融合ですね。2つ目はどうですか2つ目はインナー複合素材のプロ05に硬質粘着のアポロ5またはジュピター3。インナー構造のしなりとリンバ状化板のソフトな玉持ちが高度39度から41度というカチカチの中国製硬質粘着ラバーを完全に潰しきるスイングパワーを担保する。台上でのチキータやパワードライブでボールが滑ることなく確実に回転を上書きできる極限のスピン特性を提供するよ。ラバーが硬すぎて使いこなせない問題をラケットのしなりが解決してくれるわけですね。では3つ目は3つ目は軽量バルサの T11S に非粘着ハイテンションのムーン12ブルーまたはムーンスピード。バルサのトランポリン効果と食い込みの深いソフトな非粘着テンションラバーが少ない力に対してお互いに共振を起こす。これによって軽い力でも深い放物線を描くラリー線を可能にするんだよ。ここからは誰もが気に入られ他社の有名ハイエンドモデルとの徹底比較に入りましょう。まずは世界中のプロ選手が愛用する超大ヒット作バタフライのビスカリアとワイエンヘのプロ 01V14 プロの比較です。これらはどう違うんですか？よし、そこをはっきりさせよう。ビスカリア、板厚約 5.7 ミリに対してインヘの V14 プロは芯材であるキリ材の厚みを 0.2 ミリから 0.3 ミリ肉厚に設計して総板厚を約6ミリにチューンアップしているんだ。板厚を厚くしているんですね。それによってどんな効果か。これによって現代の重いプラスチックボールに対してブレードのしなりを適度に抑え、ビスカリアよりも硬質で弾みの強いティモボル ALC に近い強化型アウター性能を獲得しているんだ。よりパワフルに弾き飛ばしたい人向けですね。ではもう一方のプロ01はプロ01は木材のしなりと振動減衰プロセスを本家ビスカリアの周波数特性1475から 1485Hz に極めて忠実に再現させている。だから打球時の手元に伝わるクリアな操作性や球離れは本家とほぼ同等なんだ。それがバタフライの約3分の1の価格で手に入るんだからコストパフォーマンスの次元が違っているよね。
続いては中国のトップ選手がこぞって使用する高速機 DHS のモンスターラケット強氷流5とワインヘのインナーモデルプロ05の比較です。これ見た目もすごく似ていますが、性能はどうなんですか？強氷流5はインナー ALC 構造によって最大級のスピンを引き出す名作だけど、実はインパクトが弱いとボールが全然飛ばないという使い手のスイングパワーに対する引き知恵が極めて高い非常にジャジャーマなラケットなんだよ。そうなんですよね。一般のプレイヤーが使うとボールが浅くなってネットミスが増えるという声をよく聞きます。そこでインヘのプロ05は板厚を約 6.0 ミリとわずかに厚く設定し、独自開発のケブラーカーボン KLC をインナーに配した。このわずか 0.3 ミリの増活と高弾性複合素材の採用によって、軽いタッチの打球時でもネットを安全に越える飛距離が自動的に保管される設計になっているんだよ。へえ、プロ用の超シビアなラケットを一般のアマチュアプレイヤーでも使いこなせるように優しくチューニングしてくれているんですね。その通り、粘着ラバーを貼った際の最大回転量、しなりのキック力はしっかり維持しつつ、後陣からの引き合いでのスピードの底抜けを防いでくれる。非常に合理的で洗練された、プロからアマチュアまで幅広く使える最適解ブレードなんだよ。そしてバタフライの高級インナーカーボンラケット、インナーフォースレイヤー ZLC とワインヘの V4 の比較です。こちらもかなり興味深いです。本家インナーフォースレイヤー ZCLC が板厚 5.7 ミリであるのに対し、インヘの V4 は 5.8 ミリの板厚設計を導入している。このわずか 0.1 ミリの差がプラスチックボールを打った時の衝撃に対してブレードが物理的に当たり負けしない強固な剛性を生み出しているんだ。たった 0.1 ミリでそんなに剛性が変わるんですね。そう。さらにブレード全体の高分子接着膜の粘弾設計によって本家を超える急持ち感、つまり深いホールドアングルを実現している。中陣後陣から思いっきりドライブを振った時にボールがぐーんと伸び上がる強力な二足を発生させる力学的余裕がこの V4 にはあるんだよ。ケンジさん、ここからはちょっと大きな声では言えない卓球界のタブーに踏み込みたいんですが。ついにその話を解禁するかい？実はヨーロッパの有名一流卓球ブランドのラケットの多くが自社工場を持たずにワインヘの極めて高度で大規模な製造施設で OEM、つまり受託生産されているというのは業界では有名な話なんだ。やっぱりそうだったんですね。有名ブランドのロゴがピッと印刷されているだけで価格が2万円も3万円も跳ね上がるけれど、実際は同じ高精度の CNC 加工機を通り、同じ職人さんの手によって管理されたブレードだという現実。そう、インゲの公式技術資料を見ても彼らの製造キャパシティと木材加工の精密さは世界トップレベルであることが確認できる。ブランドネームという幻想にお金を払うのか、それとも同一の優れたエンジニアリングが施された実質的な性能に対してお金を払うのか。これを知ってしまうと賢いプレイヤーがどちらを選ぶかは明らかだよね。では、そんな素晴らしいインヘのラケットを日本国内で安全に手に入れるにはどうすればよいでしょうか。最近は個人輸入も盛んですが、注意点もあると聞きました。日本国内ではワールドラバーマーケット WRM や Y 卓球店といった先見の目はある専門セレクトショップが銀河製品の優れた技術に着目して様々な名作ラバーや特殊ブレードを日本のプレイヤー向けに普及させてきた実績があるんだよ。正規品を安全に手に入れるなら、やはりこうした国内の専門店を利用するのが一番ですね。間違いないね。国内の専門店なら厳しい検品を通っているし、木材の宿命である個体差に対して実測重量指定サービスを受けられるメリットもある。もう一つの選択肢としてアリエクスプレスなどの認定ストアからの個人輸入があるけれど、これには2つの重大な注意点がある。注意点？どんなことですか？一つは財務省が公表している令和8年度関税改正の大綱にもある通り、これまで課税価格1万円以下に適用されていた越境 EC 向けの無条件免税措置が縮小・廃止される方向で進んでいる点。将来的には安価な個人輸入でも消費税や関税がしっかり課される可能性があるから、最新情報をチェックする必要がある。2つ目は悪質なスーパーコピー品、つまり偽物の存在だ。
本物の性能を保証する製品であるか判定するために、パッケージ裏面に必ず著付されている Y セヒエの公式ホログラムセキュリティシールのスクラッチを削り、露出した16桁のコードを Y セヒエ公式サイトの防偽安全照会システムに入力して、アクティベーション回数が初回であることを必ず確認してほしい。スクラッチコードで本物かどうか確認できるんですね。これは購入後の必須の防衛策として覚えておきます。それではここで過去の検証動画の視聴者様から寄せられた鋭いコメントに対して私たちがさらに深く調べてみた内容をじっくりお伝えします。まずは最初の質問。陰蔽製品は個体差、重量や品質のばらつきが激しいというのは本当ですか？という疑問です。ケンジさん、これ実際どうなんですか？天然木材を使用している以上、重量の変動、交差最大プラス 7g 前後は、バタフライや DHS を含むすべてのメーカーで物理的に発生するんだ。しかし、INHNHS の品質管理における決定的な真実は、製造ラインから完成した製品を、交差の度合いや木目の美しさ、重量精度に応じて、出荷前に一般市販用、小チーム用、プロモデル、国チーム用、ナショナルモデルへと厳格に品質選別、求心している点にあるんだよ。なるほど。一般品は少しばらつきがあるかもしれないけれど、上位グレードや特別ラインの愛金工房製、そしてナショナル指定ロットのブレードにおいては、プロ支給品レベルの国限の精度が保証されているんですね。その通り、個体差を絶対に焼けたい場合は、日本の専門店で実測重量を指定して買うか、公式ストアでナショナルモデルを指名買いするのが科学的に最も賢いセルフディフェンスだよ。次の質問は、アウター ALC のプロ01と V14 プロの具体的な違いは何ですか？ビスカリアに最も近いのはどちらですか？だね。オシロスコープ周波数特性と積層寸法を徹底的に検証した結果、結論から言うと、プロ01の方が木材のしなりと振動減衰波形 1475Hz において、本家ディスカリアに最も肉薄しているんですよね。その通り、プロ01は外面から ALC、アユース、そしてキリシン材の厚みをビスカリアからリニアに模倣している。一方で VC4 プロはコアとなるキリシン材の厚みが増強されていて、総板厚が約 6.0 ミリと厚い。そのためブレード全体の剛性が大幅に高くなっており、ティモボル ALC のようなインパクトを強く弾き出す硬質で直進的な強化型としてのキャラクターを持っているんだ。掴んで解体路×ルーピング、ループドライブを重視するならプロ01。ミート打ちやフラットなパワードライブの威力を最優先するなら VC4 プロを選ぶのが物理的に正しい選択だよ。よくわかりました。続いて質問3。インナー KLC モデルのプロ05がドライブ主戦型に優れているという物理的メカニズムを教えてください。プラスチックボール化によってボールとラバーの摩擦接触時間が減少した現代卓球では、ラケット自体がいかにボールを深くつかむか、すなわちデュエルタイムの最大化が回転生成の決定打となる。プロ05は特殊素材ケブラーカーボン KLC を芯材の直下インナーに配置している。これによって低中打撃時にはボールの衝撃波がインナー層まで深く浸透しないため、最外層の柔軟なリンバ材と添えパンのアユースによる木材 100% のマイルドなしなりが強く働き、ボールを包み込むようなホールドアングルを物理的に補填してくれる。これでネットミスを防ぐんだ。強打機にはボールが深く潰れてインパクト衝撃がインナーの KLC 層まで到達する。すると KLC の持つ強靭な反発弾性が二次ギアとして一気に解放され、爆発的なスピードエネルギーへと変換される。このインパクトの強さに応じた段階的進行的なエネルギー放出システムこそが、安定した高弧線のループと一撃必殺のパワードライブを可能にする物理的メカニズムなんだ。スイングの力に合わせてラケットがオートマチックに性質を変えてくれるものですね。ドライブ主戦型の選手に支持されるわけです。そして最後の質問。これネットでよく見る怪しい裏技なんですが、粘着ラバーを貼ったラケットにベビーオイルなどの補助剤、ブースターハックを塗ると弾みが上がると言われますが、本当ですか？これに関しては、ラケット材料工学及び物理科学の観点から完全に破綻した破壊的行為であると断言させてもらうよ。絶対にやってはいけない。理由は大きく2つある。第一に、ベビーオイル、ミネラルオイルは揮発性が極めて低い非揮発性飽和炭化水素だ。一度スポンジに染み込むと二度と効かせず内部に永久に残留する。
一時的にはスポンジを膨らませる、防潤させるけれど、長期的にはスポンジゴムの分子結合を完全に切断し、泥のようにドロドロに劣化、デグラデーションさせてしまう。結果として弾性を完全に失った弾まない泥スポンジになってしまうんだ。うわー、ラバー自体が寿命を迎えてしまうんですね。2つ目の理由は？最も深刻なのはラケット本体への致命的なダメージだ。染み込んだオイルはスポンジを突き抜けてラケットの木面、つまり海板に染み込んでいく。アユースやリンバといった導管が発達した柔らかい木材はオイルを深く吸収して繊維自体が滑って脆化してしまう。さらに現代の主流である無機水溶性接着剤のポリウレタンやアクリル樹脂などの接着成分をオイルが化学的に溶解・分解してしまうんだ。これによってラケットとラバーの接着力が完全に失われ、打つたびにラバーがポコポコと浮いて剥がれてしまう。最外層の木材そのものがオイルでグズグズになり、剥がれて再起不能になることもある。非科学的な裏技には絶対に手を出さず、ヤインヘの正規の接着プロセスを遵守することこそが性能を維持するための唯一の真実なんだよ。恐ろしいですね。ラバーだけでなくお気に入りの大切なラケットまで一発でゴミ箱行きにしてしまう可能性があるなんて、正規の方法を遵守します。さて、ここまでインヘ卓球ラケットの技術革新とその背景にある材料工学的な深層メカニズムについて余すところなく解説してきました。みさきちゃん、今日のまとめをお願いできるかな？はい、今日の解説をまとめると、インヘの最大の強みは以下の3点に集約されますね。1つ目に高性能ブレードの民主化、2つ目にスマートクローンと科学的制御、3つ目に圧倒的な製品ラインナップと先進の Q&A 対策です。完璧なまとめだね。伝統をリスペクトしながらも現代の卓球環境40プラスに合わせて物理的に再設計し、テクノロジーで科学と性能の常識を覆したワインヘ。彼らのものづくりに対する情熱と誠実さは、まさにこれからの卓球界をリードしていくにふさわしいものだと言えるね。本当にこれまでの高いラケットイコール良いラケットという常識が完全に覆られました。私たちプレイヤーもイメージやブランドに惑わされず、科学的なエビデンスに基づいて自分に本当に合った用具を見極める目を養っていきたいですね。その通り。今日の動画が視聴者の皆様のこれからのラケット選び、そして卓球ライフに少しでも役立つ情報になれば嬉しいです。それでは本日の解説はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。